今回は時計鑑定士がマニアックに語る愛用時計という企画を行いたいと思います。時計に詳しい鑑定士がどんな風に愛用時計を選んだのか、愛用時計についてどのような点を気に入っているのかなど、いろいろインタビュー形式で聞いてきましたので、そちらをお伝えしたいと思います。私の愛用時計も一緒に紹介をしておりますので、ぜひ最後までご覧ください。じゃあ早速なんですけど、増川さんはどんな時計をお使いですか？ロレックスのスポーツモデルなんですけども、エクスプローラー2になりますね。の白文字盤ですね。年式的にいくと S 品番と言いまして、1993年頃の製造のモデルですね。エクスプローラー2自体は、黒と白と2色の展開になっていて、文字通りエクスプローラーなので、探検家がつける目的の時計となってます。この赤い針が1本入ってるんですけど、で外枠に24時間の表示がついていて、一応 GMT 機能が一つついていることと、あと1と違うのはこの本体の大きさですね。が、エクスプローラー1は 36mm なんですけど、これ一応 40mm ケースで、サブマリンだとかその他のスポーツモデルとほぼ同じサイズ感でできているので、そこそこサイズはしっかりしてます。ユーズドで探して7、8年前に確か購入していると思いますね。私自身が、エクスプローラーの1ですね、長く愛用してまして。あ、そうなんですね。はい。今から20年以上ずっと使ってるんですけど、このモデルを愛用しながら、黒じゃなくて白で何かいい時計ないかなっていうのがあるタイミングで、そういえばエクスプローラー2に白文字盤があるなっていうことになり、時計に興味を持ったきっかけが、このエクスプローラー2のアンティークが実はありまして、1655っていうモデルが4桁のやつがあるんですけど、そのアンティークが好きで欲しくてこの時計に興味を持ったのがきっかけだったので、なのでこのエクスプローラー2を、選びました。ヴィンテージがすごく好きなので、このモデルに関してはまずバックルがシングルバックルっていう片開きのタイプですね。かつ、93年の頃は中の夜光塗料、いわゆるルミノバではなくてトリチウム夜光っていうのを使ってまして、もう光らないんですよね。なので機能としてはもうダメなんですけど、ただ日焼けをしていく、エイジングをしていく文字盤として世の中では認知されてますので、そのヴィンテージ感がこれから出てくるっていうのが一つの楽しみとして、これをまず選んでます。これ夜光の色が若干クリーム色になってきてるんですけども、ここに一目惚れしたというか、もうこれが買うきっかけになった。でさらに、これから先10年15年経つと、さらにこのエイジングが進んでいってもっと味が出てくるっていうのを楽しみたくて、でこれを選んでます。この時計の一番、最大のメリットと言ってもいいんじゃないかなと思いますね。そうですね、夜光の話をしたんですけど、黒文字盤は、ちなみにルミノバの夜光が入ってます。でこっちトリチウムなんですけど、こう光り方がですね、こっちはもう光らないんですよね。あ、そうですね。黒文字盤の方がよく光りますね。でこれが大きな違いになってまして、でこれはいわゆる実際の実用でつけた時に明るいところから暗いところに、入った瞬間にまず光らないのが一つ、デメリットといえばデメリットかなと思います。あとは、ちょっとデリケートな問題が1個だけありまして、メーカーでメンテナンスをかけたい、メーカーでオーバーホールしたいってなった時にトリチウムが劣化してきてると、メーカーでいやおうなしに針文字盤交換してくださいって見積もりが出てしまうんですね。メーカーのメンテナンスがいつまでできるのかっていうのが一つ、ネックになるかなと思ってます。でこれが、メーカー以外で上手にメンテナンスをしながら付き合っていく必要があるので、そこが一つ挙げるとすればデメリットかもしれないです。今言ったアンティーク、一般的にネクストヴィンテージっていう呼び方もあるんですけど、これから先ヴィンテージの世界に入っていく時計たちって大体30年以上経ってくるものがメインなんですけど、ロレックスの例えばスポーツモデル、このエクスプローラー1もシングルバックルの文字盤トリチウムなんですね。でこの他にも、90年代半ばぐらいまでの時計でスポーツモデルを探していただければ、ただ文字盤交換されていないっていう条件になっちゃいますけどね。それは逆に我々に問い合わせてくれればそういうのもお調べしていきますので、トリチウム夜光を使ったスポーツモデルが、今後世の中からどんどん減っていくはずなので、選択する基準としてはトリチウム夜光っていう一つ念頭に置きながら探していただくと、今後エイジングを楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。やっぱりこの1670というこのエクスプローラー2のこの2世代前のモデルって非常に私も面白いなと思ってまして、1991年から2011年まで、約20年間ぐらい作っていたかと思うんですけど、その間にさっき増川さんがおっしゃられるように夜光塗料が途中でトリチウムからルミノバに変わったっていう、ちょうどこの過渡期にあるモデルなので、トリチウムを選んでもいいし、実用性の高いルミノバを選んでもいいしっていうことが選択できる
モデルでもありますし、あとはこのバックルも、この増川さんの使われているのはこうシングルバックルで、初期のバックルだと思うんですけど、後になるとこのダブルバックルになったりとか、あと最後の方ってムーブメントが最新のムーブメントにこう変わってきますので、バックル、夜光塗料、ムーブメントも含めてこう新旧がある程度こう選択できるので、趣味性の高い時計としてかなり面白い時計だと思います。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。松井さんは、どんな時計をお使いですか？ロンジンのシンパシーケースの時計になります。これ珍しいですね。ロンジンのこの形の時計って。こちらはですね、1970年代の時計になってまして、手巻き式の時計になってます。特徴的なこのケースのデザインがあるんですけれども、こちらロジェ・デュブイというブランドにシンパシーというモデルがありまして、その元になったのではないかと言われているモデルになります。実際ですね、そのブランドを立ち上げたロジェ・デュブイ、その方は以前ロンジンに在籍していたというふうに聞いてます。そうですね。もう有名な時計師さんなので、そのロジェ・デュブイさんが作ったと言われている時計ということですね。いつぐらいに購入されたんですか？購入自体はちょうど1年ぐらい前になるんですけれど、勢いで買われたんですね。なるほど。そうですね。もともと自分今26なんですけれど、自分よりちょっと年上の時計が欲しいなっていう思いがありまして、それでちょっと古い時計っていうのを探していたんですけれども、その時にこれ見つけまして、これはと思って買いました。偶然。70年代ってことはだいぶ年上の時計の方が年上ってことですね。そうですね。やっぱり自分が時計を販売する立場なので、いろんな時計を見るんですけれど、唯一無二な感じが欲しいといいますか、オリジナリティのあるものがいいなというふうに思ったので。そうですね。このシンパシーケースの形って他にないですもんね。そうですね。もちろんデザインがいいなっていうのはあるんですけれども、サイズがかなりもちろん古い時計なので小さいサイズになってます。かなり小ぶりなサイズになってるんですけれども、これがその当時の新仕様っていうんですかね、クラシカルなサイズになるので、すごいつけてて身が引き締まる思いがするので、気分が上がる時計かなと思います。そうですね。確かに今のトレンドから見たらだいぶ小さくはあるんですけど、すごいやっぱり雰囲気があって、今ではない当時の時計だなって感じがしますもんね。実際その70年代っていうその半世紀近い前の空気が感じられるので、それが一番いいかな。この時計のいいとこって他にもあるんですか？手巻き式の時計になるので、ゼンマイを巻いた時の手巻きらしいカチカチという感触が僕は好きですね。手巻きならではの感触みたいなのがあるんですね。どんどん硬くなっていくといいますか、巻き上がっている感覚っていうのがあるので、やっぱりもちろん外からわからないんですけど、中には機械が入ってるんだなっていうのをすごく感じます。古いものなので、防水性能が全く効かない形になります。なので雨の日ですとか、ちょっと夏場の暑い日なんかはもう使えないので、そこはちょっと残念かなっていうところはありますね。あとはどうしても傷も入りやすいものになるので、とにかく気を使うっていうところがデメリットではあるんですけれども、その分大事に使ってます。そうですね。同じジャンルにしていいのかどうかっていうのはちょっとわからないんですけれども、パテックフィリップっていうブランドがあるんですが、そこのカラトラバっていうモデルがあるんですけれども、この革ベルトの時計っていう中ではもう一番王道といいますか、憧れのモデルっていう風にはなっちゃうんですけれども、ぜひ一回つけてみたいなっていうのはありますし、ぜひおすすめしたいモデルになってます。1995年にロジェ・デュブイさんが独立した時に最初に作ったモデルの一つだったと思いますんで、このシンパシーはそのロジェ・デュブイが作った名前なんですけど、これが実はロンジンの時計としてもあったって結構驚きだったと思うんですけど、ロジェ・デュブイさんはロンジンにいて、パテックに行って独立っていう経歴だったかと思いますんで、その時にロジェ・デュブイさんがこのケースの形を考えたんであれば、かなり思い入れがあったんだと思うので、そういう意味でも、そのデザインがロンジンとして味わえるのが、ある種ダブルネームのような感覚もあるので、非常に面白い時計だなと思いました。どうもこんにちは。お願いします。お願いします。じゃあ早速ですけど、土川さん、どんな時計をお使いですか？シャネルの J12 ファントムです。じゃあ J12 の普通のタイプではないということですよね。そうですね。普通の J12 のホワイトですと、インデックスがブラックになっていて、視認性はすごくあるんですけれども、こちらはインデックスがホワイトになっていて、見やすさは少し劣るんですけれども、全体が白で統一されていて、すごくおしゃれな時計になっております。これは確かに通常の J12 とはもうかなりテイストが違う風に見えますね。やっぱりこれお時計をいつぐらいに購入されたんですか？こちらの時計は昨年の12月に購入しました。じゃあその、お時計ですけど、もともとこのファントムを探していたのか、それとも出会って購入されたかって経緯はどうですか？こちらの時計はもともと探していました。以前から欲しいなと思っていらっしゃったということですよね。 J12 の黒のファントムとも迷ってたんですけれども、普段の自分の服装などを想像した結果、白の方が合ってるなという
ところもありまして、白い方を買おうと、決心しました。ちなみに実際にじゃあこの使われていて、この J12 ファントム、いいところってどんなところがありましたか？ケースとブレスレットがセラミックでできているので、とても頑丈というのがすごくいいところですね。少しぐらいぶつけても全く傷の入らないので、ガシガシ使えるかなというところがあります。で、あとムーブメントがケニッシの、パワーリザーブ70時間のムーブメントでして、連休で時計を使わない時があっても止まらずにずっと使えるというのが、すごく魅力的です。そうですね。以前の J12 だとパワーリザーブそこまでなかったですから、この70時間って約3日間ですので、かなり便利ですよね。かなり便利です。逆にあえてマイナス点をお伺いしたいんですけど。そうですね。少しデメリットだなと思うところは、やっぱり白色なので、どうしても汚れなどが目立ってしまうという点ではありますので、使った後の手入れなどがすごく重要なのかなというところになります。ちなみにどういったお手入れされてるんですか？クロスで軽く拭いたりですとか、ウェットティッシュで、こういった細かいところを、黒ずんでるところを拭いて、水拭きしてから、またティッシュなどで空拭きするといったことをしてます。それで結構綺麗になる？綺麗になります。そうなんですね。この J12 のこのファントムを使ってらっしゃって、例えばなんですけど、同じようなジャンルでおすすめのモデルって何かありますか？そうですね。チューダーのブラックベイセラミックっていうのがあるんですけれども、同じセラミックケースで防水性能が高いという点ではすごく実用的な時計だなという印象を受けております。なるほど。チューダーもムーブメントもケニッシ使ったりしますので、ちょっと共通したところありますよね。この J12 のこのファントムって、これ、2代目だと思うんです。もともとはJ12 が2000年に登場して最初黒色で、2003年にこの白色が出ましたと。で、その白色が出た、10年後、2013年に10周年記念として、この J12 ファントムってもともと作られたかと思いますけど、そしたらまたこの、ケンシ製のこの第2弾のホワイトファントムも作ってきたので、そういう意味で、やっぱりこのシャネルも、このファントムっていうのは結構大事にしてるキャラクターなのかなっていうふうに思いますので、この2代目ファントム実用性も上がって非常にいいなと思いました。はい、ということで今回は、時計鑑定士の愛用時計を紹介してきました。これから時計の購入を検討している方ですとか、あとお時計が好きな方には、楽しんでいただけたのではないでしょうか。もしこの動画が良かったという方がいらっしゃいましたら、いいねボタン、チャンネル登録をお待ちしております。そしてコメントもお待ちしておりますので、ぜひともよろしくお願いします。